はい、これはね、相変わらずのめっちゃ頑丈なやつの8本ですね。あとガイロープ入ってますね。はい、このようになってますね。はい、一応ですね、ポールはメインポールの黒2本と、あとグレーのねポールが2本で、ちょっと細めのねポールが、これはリッチポールになりますね。横の方につけやつね。でスリーブはですね、一応4箇所、1個2個3個、ちょっとあっちね伸びてないですけども4箇所あります。一番端の方のアウターのね、このフライのね上についてるのがグレーのポール。そして真ん中ね2本が黒のねメインポールになってますね。これはこのアウターの下からつけます。ここからですね。このようにねめくって入れます。この紐がね色付けされてるんで、この色にねグレーならグレー、黒なら黒っていう感じで入れていきます。最初ちょっとね入れづらいんですけど簡単ですね。U 字をね作る感じね。よっ。よっ。はい、展開するね倒れてる側のね位置にペグ止め2箇所します。こ
この状態で位置決めした方が結構ね一発で決まりますね。扉とこのループをね一緒に止めないと開いちゃうんで、ここにねストッパーがないんですよ。こういう感じでねあるといいんだけども、あとメッシュの方のねこれも一緒に止めると動きづらいですね。あ、これか。そういうことね。片側4本、向こう側4本だ。横風弱いからね。キャノピーの部分ね、閉めるとこんな感じになりますね。で、閉めちゃうと、このね、ガイロープ使えないですよ。だから基本は、ここのガイロープとね、トップに2箇所あるんで、キャノピーをね、しないときは、こっちは貼る感じですね。例えば、完全閉めてね、クローズで、風が強いときっていうのは、このトップのね、使う形でね、使い分けになってるんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあ、キャノピー立てましょうか。ボールはね、カーボンを使います。これめっちゃいいっすよ。安くて。うん。はい、ハトメになってますね、ちょっとね。キャノピーのね、部分はね、各所にね、ハトメがついてるんで、いろんなね、アレンジが可能ですね。このようにね。全部ついてる。すごい親切だね。こういうね、開け方もできますし、こういうね、開け方もできると。サイドウォール状にするとこんな感じになりますね。プライバシーっていうかね、視界をね遮ることができるんで、いろんなねアレンジができて面白いね。扉はね、とてもスムーズで、ワンアクションで扉、で、ツーアクション目にメッシュになってますね。あ、いいですね。一応ですね、テントの中には4本のねビルディングが通ってるんですけど、ビルディングね一応外せるんですよ。で外してここの袋にね収納することができるんで、両方ついてますね。なんでかわかんないけど、全部で8個。まあ小物入れにねすんのもいいかななんて思いますね。これね、何がいいかというと、ここから開くんですよね。韓国のテント多いんですよね、こういうのね。
こうやってね、途中で開けることもできるし、全開にすることもできるし、こういう風にね、ベンチレーターにすることも可能です。これがね、すごいめっちゃ便利なんですよ。本当に。目隠し&換気みたいな感じね。この上から歩くタイプってのはすごいいいですね。一箇所ですね、止めは。このね、扉構造だとワンアクションでね、表の出入りができるんですよ。これは本当に便利ですよ。本来メッシュね、開けて扉開けてみたいなね、開け方になると思うんですけども、よくインナーであるタイプですよね、これね。この張り出したルーフはいいよね。日よけにもなるし、雨よけにもなるしね。これはいいね。結構深めのスカートついてんね。涼しいな。すっごい。わかりやすく言うと、なんだろう、木陰に入った感じですかね。このトップのね、コーティングってなんだろうね。膜のこの材質かな。温度差ありますよね、表とね。多分この生地だと結構厚いんじゃないかな。すごいバッチリ遮光してもね、今ねこんだけ温度差がありますね。もう9月のね下旬なんですけど、だいぶね涼しくなってきましたね。結構ね炎天下の夏場使ってみて、このね天井は本当にね効果あるなと思いましたね。ちょっとね厚みがあるんですよこれ。なのでちょっと膜自体がね結構ねこれのためにね重くなってしまってるんですけども、夏のね遮光性はねほんと抜群で、ほんとねトップシートがいらないっていうね、よくあるトンネルテントはトップシートをね上にかけて遮光性をね上げたりとかねしてるんですけども、これはねこの厚みのあるね黒コーティングのトップになってるんで、遮光性ね本当にね抜群なんですよ。トップシートのメリットっていうのは結露の防止っていうか結露はしづらいですね。あとは、遮光性のアップですね。なかなか面白いテントだなあ。結構してんな、湿ってんな。明日これは結露やばいかな。これ一応シングルになってるんで、やっぱりね結露はします。どうしてもねポリエステルとナイロン生地は結露がしやすいんで切り離せない部分はありますけどね。
とにかく広いっすね。本当にこうですもん。こんなに広いんだよね。ソロで使うテントではないですけどね。リオでも全然広いよね。コットあそこに並べられるもん 2個ね。2個並べてでも全然余裕だし、センターにテーブル持ってくることもできるしね。はい、お待ちかねの TPU ウィンドウです。ウィングオートはね、これがあるからね、本当にね楽しいんですよね。本当に違うテントにね生まれ変わるんで、これはちょっとねお値段の方が34,000円ちょっとかな。でお高いっていうかね、価格はしますけども、これは絶対に持ってた方がねいいオプションですね。設営方法はね非常に簡単で、私もね公式の動画を見てね一応ねぶっつけでやってみたんですよ。まずこれですね、ブリッジポールのこのリングっていうか輪っかとかね、それでこれ通すんですね。で思ったよりね本当にすごい簡単で、本当ね10分ぐらいでできましたね。こういう感じか、表分だねこれ。あとは中の方ですね。中の方はあらかじめねメイン扉をね開けとく必要がありますね。でこれはどこに行くのかな。内側が終わったら最後のね仕上げになりますね。そっか、これで内側スタイルか表側スタイルかにするのか。まずあそこペグダウンね。ここがこういう感じになるから、ここはペグダウンするときにねここで止められるね。ちょっと今日してないから止められないんだけど、こういう感じでね。はい、最後の仕上げですね。これはね天候がいいときは表側にして、雨が降るときは内側がいいですね。で内側にしとくと風が入ってくるんで、本当にね天候が悪いとき、雨のときは内側にしてください。はい、完成ですね。これはいいわ。これはねこれしかないんですよ。このテントしか手に入らないんで、これはね絶対セットで買いたいですね。これだけのね本当にスペースがねあるんですよね。ちょっとこうね頭つきますけども、すっごい広い。インナーがね多分ここまで埋まると思うんで、結構いいスペース空きますよね。観覧席見るってかっこいい。一応出入りはねここジッパーがね両方ともあるんで、ここから入るかここを開けてねここから入るかっていうことができますね。こんな感じでめっちゃ広い。何これ。いやーいいですね。これがあるとないじゃ全然違いますね。特別不満はないんですけども、ダブルジッパーだったらねちょっとしたね換気とかねできるんで
いいかなと思ったのと、あとあそこにねこういう感じでジッパーになってたら、上だけねちょっとだけ換気のために開けるってこともね、どうしてもね冬は結露が出やすいんで、上部の方をねちょっと逃がす感じでねできるとね、どうしてもほらこういう感じでね結露出ちゃうんですよ。なので上だけね開ける形で換気ができると非常にいいなぁなんてね思いました。おはようございます。昨日の2時頃かな、結構なね雨が降りまして、多分ねこっからね吹き込んだのかな、こんな感じになっちゃいましたね。ちょっとね初めての雨で対策をしてなかったんですけど、雨の時はねこれを閉めるか、これを内側にするといいのかな、ちょっとわかんないですけども。ちなみにねこちら側はね全然濡れてないんですよね。あ、濡れてないな、中も。ちょっとあれかな、取り付けがまずかったのかな。ちょっとね初めての雨でいい勉強になりました。以後気をつけて取り付けをねしたいななんて思ってます。とりあえず区画サイトを貼るときに、ね、気になるかと思うんですけども、一応ね 10m10m のねサイズの区画だとこんな感じになりますね。フロントと後部のねキャノピーを上げて、でサイドのねキャノピーを展開したときにこんなサイズになりますね。約10メーターかな、10メーターの10メーターなので、ちょっとね車の置き場をね考える形になりますね。キャノピーを展開しなければ車の方はね一応ここに中にね入れられる形になりますけども、キャノピーを展開するとちょっと厳しいかな。こっちはねちょっとねキャノピー展開してないんですけど、こんな感じのねサイズ感というかね、ペグの位置が一応ここになるんで、参考にねしてみていただければと思います。はい、それではですねインナーテントをねつけていきたいので、これね引っ掛けるだけの楽々設営なんで非常に簡単です。東京クラフトのロゴがある方がよいしょで、バックルがあるんでバックルをねここに留めます。リングがあるんでこれですね、このリングをここに一応ショックコードになってるんで結構あれですね、テンションかかりますね。こんな感じですごい簡単ですね。はい、こんな感じですね。一応入り口は前後にあって、止め前に2箇所ありますね。はい、とりあえずですね、4人用になってまして、一応コットを置くとちょっとね台形っていうか形がこっちの方がねちょっとすぼまってる感じなんで、一応3台かなコットは。ただマットだと多分4枚入りますね。
インナーをつけるとこのぐらいのサイズ感なんですよ。半分じゃないけども3分の1遷移する感じかな。はい。で扉が一応ですね、4面にあります。すべてダブルジッパーでフルクローズフルメッシュになりますね。こっち側は一応メッシュにしてますね。メッシュにしないとこういう感じの扉になります。あ、これ開いてんだ。これですね。サイズ感はね、やっぱテンピーのサイズと一緒かな。ちょうどね、あそこがね、つぼまってるんで、ああいう感じでね。なので、4台はコットンはちょっときついかな。だいぶこっちは開いてます、こんだけ。ね。開いてるんで、広いは広いんですよね。で真ん中にもう1台コットン。コットンを置くのは一応3台分置ける感じですかね。マットだったら一応4枚置けますかね。非常にね、広くていいですね。ファミリーにはいいんじゃないですかね。TPU のウィンドウがつくとこういう感じになるんで、インナーがあってもね、このテーブルをね表に出せるんで、表っていうかね TPU 内か TPU ウィンドウ内に出せるんで、結構ね広々とね使えますね。表側だとこんな感じになります。これはいいですよね。こんだけねスペースがやっぱり拡張されるんで、インナーをつけるね家族にはね本当にあった方がねいいアイテムだと思いますね。非常にこれは本当に楽しいテントですよね。はい、こんな感じですよ。いいね、最高です。今回ね、東京クラフトさんから PR ってねいう形でねこのテントをね提供してもらった形なんですけども、実際ね長期間使ってみて本当にね素晴らしいテントだっていうのがね私がね思ったね本音の部分です。まずねキャノピーをね必要としないこのアウター、そして面倒なねトップシートが設置がなくてもタープ下にいるようなねキャンプができること、何よりもね TPU は唯一無二の存在ですよ。本当にこれはねウィングフォートにはね絶対にねつけたいオプションで、予算にね余裕があるんであればこれを2個使ってね両サイドでつけるとね本当にね快適なね景色をね堪能できるテントになりますね。これはいいわ。 Never thought it would be so hard. I grew up without a scar, just living my life with no big worries. And I've always known what I want, just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day a life so amazing, not everyone judging me. Don't wanna care about them,
'Cause if I shut down, it just gives them right. I wanna stay wide open. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. I wanna stay wide open. Can't stand to hear more today. I'm gonna lock my door and stay inside or wait until I'm safe again. I have nothing more to put on. I'm defeated and withdrawn, just trying to understand where it went wrong. Always believe that nothing good in life is free, but it's overwhelming how people can hate on me. ここはバックルで止まってくれると本当に楽っすよね。これで外さなきゃいけないんで、まあこれをね止めとけばなんてことないんだけど、バックルの方が楽だよね。パチンってやってグッと開けられるからね。よいしょ。開いてきちゃうんですね、風が。風でね、時々こういう感じで。なのでバックルで止まってると非常にありがたいですね。結構ね長く使わせてもらって、欠点という欠点がねないテントだなっていうのが実際のところの感想で、ちょっとねこの止めるところのねここの輪っかがちっちゃいのが苦労するんですよ。それがねちょっと私的には欠点かななんて思いましたけど、他はね本当に完成度が高いっていうかね、いろいろ工夫されたテントかなと。私もたくさんいろいろねテント持ってますけど、やっぱりね東京クラフトさんのテントってね細かいところにねやっぱり工夫っていうかねがあるんで、すごい使ってみてね本当に楽しいテントだなっていうのが私の思った感想です。本当におすすめです。特にねこの TPU のこの TP ウィンドウ、これはね両方貼ったら本当最高でしょうね。昨日ねちょっとグループキャンプでね本当に人が多すぎてねああいう形になっちゃいましたけども、まあ12、3名だったらねテーブル真ん中に置いてこう囲む感じでねパーティーのね会場になるかなと思うんですよ。そういうね使い方もできるんで、なかなかね面白いテントかなと。ファミリーデュオで使えてグループキャンプでも使えるっていうテントでおすすめのねテントかと思います。Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open, 'cause if I shut down, it just gives them right. I wanna stay wide open. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. I wanna stay wide open. No one can break me, no one can bring me down. I wanna be where I'm safe and sound. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide